こんにちは、むつぎのウォッチチャンネルです。7月8日にクリアリミックスを買いに行って、ショーケースを見たらどこにも売っていなかったイルクジのフロッグマン GW8200K9JR を見つけました。お店の方のお話では、電話で予約されたお客様に連絡を取ろうとしたのですが、つかなかったということで、キャンセル扱いになったようです。たまたまですが購入できました。箱の蓋を開けると、アイサーチジャパンの紙と説明書が入っていました。操作ガイド3521は初めてなので、どんな操作になるのかが少し楽しみです。一通り読んでみましたが、使い方はほとんど書いてありません。詳しい使い方はサイトから確認する感じになります。中の箱を取り出してみます。今回は9個の項目に分けて紹介していきたいと思います。1、箱を見てみましょう。箱の蓋の部分には黄色でシンボルマークが描かれています。手前側はラブザ・シー&ザ・アース、フロッグマンが黄色で、G-SHOCK の文字が白色で書かれています。箱の全体は黒色です。はめているだけなので、手前側に引き出すと蓋は開きます。袋に入った時計の上に1枚紙があったのですが、落ちてしまいました。箱の内側も黄色と黒の配色になっています。アイサーチジャパンのロゴが白色で書かれています。箱は樹脂素材を使用しない紙でできたスペシャルパッケージになっています。40周年記念の G-SHOCK もこのような袋に入っていますが、違うのはラブザシー&ザアースと黄色で書かれているところです。材質は綿 100% です。それでは中の時計を取り出してみます。初代モデルのカラーを復刻した GW8200K9JR です。フロッグマンの購入は初めてなので、どのような機能があるのか楽しみです。クッションも紙でできています。2、時計全体を見てみましょう。バンドを外して尾状の方から見てみます。尾状は金色で、有冠にはクジラのマークがついています。バンドは左右非対称でバイオマスプラスチックでできています。クジラのマークとアイサーチと書かれています。ケースサイズは縦が 52mm、横が 50.3mm です。ダイヤルは後ほど詳しく見ます。こちら側のバンドも非対称でオールアズワン、タフソーラーと書かれています。ラブザ・シー&ザ・アースと書かれています。自分で読んでて思いますが、全く英語のできない人の読み方です。バンドの裏側は何も書かれていません。裏蓋も後ほど詳しく見ます。次は横から見てみます。通常の G-SHOCK のバンドとかなり形状が違います。凹凸がかなり大きいです。厚さは 18mm です。ボタンはゴールドの IP で仕上げてあります。こちら側の方がケースの出っ張りは大きいです。こちら側のボタンもゴールドの IP で仕上げられています。尾状もゴールドの IP で仕上げてあります。3、ダイヤルをじっくりと見てみます。矢印の部分で秒を表しています。現在の時刻の潮の看板を表しています。ここの部分は月齢です。下側の液晶の部分は曜日と月日と時刻です。この部分は電池残量で HML、CHG の4段階で表します。PS はパワーセービング機能がオンの時に表示されます。ケースはチタン製でブラック IP で仕上げられています。黒色のベゼルに黄色のフロッグマンの文字がすごく目立ちます。左右が非対称の時計を初めて購入したのでなかなか面白いです。手首側の方が出っ張りが少ないです。4、裏蓋を見てみましょう。裏蓋にはラブザ・シー&ザ・アースのロゴが刻印してあります。綺麗に映っていたので気づかなかったのですが、シールが残っていました。じっくり見ると円形状のシールが貼ってあるのがわかります。残っていたシールを脱いでみます。だいぶ輝きが増しました。最初は全然気づかなかったのですが、文字数が多いので全部読むのはやめておきますが、操作ガイドが3521でチタン製なのがわかります。5、リストショットです。黄色のバンドに金色の尾状と黒色の有冠がいいアクセントになっています。黒色のケースに黄色のフロッグマンの文字が引き立ちます。すでに直接つけた場合、この部分に隙間ができやすいです。
横からの視認性はデジタルなので悪いです。正面からの視認性はいいです。最初はどうかと思っていましたが、黄色と黒の組み合わせが結構かっこいいです。6、時刻の合わせ方です。この時計はスマホとの連動や電波時計ではないので、自分で時刻を合わせる必要があります。まずは A ボタンを2秒以上押し続け、ホーム都市が点滅したら指を離します。B ボタンと D ボタンで変更して、押し続けると早送りができます。C ボタンを押します。サマータイムのオンオフを設定できます。D ボタンを押してオンオフを切り替えます。C ボタンを押します。12時間制と24時間制を切り替えれます。D ボタンを押して変更します。C ボタンを押します。秒が点滅します。D ボタンを押すとリセットできます。30から59秒の時は1分繰り上がります。C ボタンを押します。時間が点滅します。B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。分が点滅します。B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。年が点滅します。これも B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。月が点滅します。B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。日にちが点滅します。これも B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。操作音のオンオフを設定します。D ボタンを押してミュートにすると音がしなくなります。C ボタンを押します。ライトの点灯時間を変更できます。D ボタンを押して 1.5 秒と3秒を切り替えます。C ボタンを押します。パワーセービング機能のオンオフを設定できます。D ボタンで変更します。C ボタンを押すと一巡してホーム都市の設定に戻ります。A ボタンを押して時刻の設定を終了します。7、機能説明です。1、オートライト機能の設定です。B ボタンを3秒以上押し続け、オートライト機能をオンにします。オンの場合、矢印の部分に LT と表示されます。もう一度3秒以上押し続けるとオフにできます。オフになると LT の表示が消えます。2、ワールドタイムの設定です。C ボタンを3回押してワールドタイムモードにします。現在は時差が0の UTC になっています。D ボタンで都市を変更します。D ボタンを押し続けると早送りができます。B ボタンと D ボタンを同時に押すと UTC に戻すことができます。サマータイムの設定をするときは A ボタンを2秒以上押し続けます。DST が点灯してサマータイムの設定がオンになります。もう一度 A ボタンを2秒以上押し続けると解除されます。サマータイムの設定がオンの時は1時間時間が進みます。3、アラームをセットします。時刻モードの時は C ボタンを4回押してアラームモードにします。D ボタンを押してアラームの1から4、スヌーズ、シグナルのオンオフの中から設定したい場所を選びます。今回はアラームの位置に設定します。A ボタンを2秒以上押し続けます。時間が点滅します。B ボタンと D ボタンで時間を変更します。T は午後を示します。C ボタンを押します。分が点滅します。これも B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押すと時間の点滅に戻ります。A ボタンを押して設定を終了します。アラームのオンオフは A ボタンを押して変更します。アラームが点灯しているときはオンになっています。11時2分になるのを待ちます。セットした時刻になると音を10秒間鳴らしてお知らせします。いずれかのボタンを押せば止めることができます。スヌーズの場合は5分おきに7回音が鳴ります。モニターアラームです。アラームモードで D ボタンを押し続けると音が鳴ります。アラーム音を確認するときに使うみたいです。時報の設定です。アラームモードで D ボタンを押してシグナルに合わせます。A ボタンを押してオンとオフを切り替えます。オンの時はシグナルのマークが点灯します。C ボタンを押して時刻モードに戻します。時報の音を聞いてみます。一瞬です。
4、ダイビング機能を使ってみます。まずは潜水時間を計測します。C ボタンを1秒以上押し続けダイビングモードにします。D ボタンを押して潜水時間の計測を開始します。少し早送りします。D ボタンを1秒以上押して潜水時間の計測を終了します。水面休息時間の計測を開始します。A ボタンを押して計測をリセットします。水面休息時間の計測です。反復潜水に備え、潜水時間の計測終了時からの経過時間を水面休息時間として計測する機能です。D ボタンを押して潜水1回目スタートします。D ボタンを1秒以上押します。水面休息1回目スタートです。D ボタンを押します。潜水2回目スタートです。数字が動き始めます。D ボタンを1秒以上押し続けて水面休息2回目スタートです。水面休息時間の計測中に A ボタンを押して計測をリセットします。リセットするとログデータが記録されます。C ボタンを1秒以上押し続けると時刻モードに戻ります。ダイビングログデータを確認します。C ボタンを1回押してログデータリコールモードにします。2という数字はログ番号を表しています。12時4分が潜水開始時刻です。18秒が潜水時間、1秒がインターバルタイムです。D ボタンを押します。D ボタンを押すたびに新しいログデータから1回ずつ遡って確認できます。最新のログデータだけにインターバルタイムを表示します。古いログデータはインターバルタイムの代わりに潜水開始月日が表示されます。ダイビングログデータを消去する方法です。ログデータリコールモードで A ボタンを2秒以上押し続けます。クリアが点滅した後にダイビングログが消去されます。現在の潮の干満です。3つ黒色で表示される部分があって2つ表示されているので中潮になります。3つとも表示されている場合が大潮、1つが表示される場合が小潮になります。満潮の場合は同時に点滅します。真ん中の部分が点滅していると干潮になります。矢印の部分で月の形を確認します。黒い部分が影になります。現在の表示は月齢が 25.0 から 26.8 になります。日にちや時刻を指定して潮の干満と月齢を調べる方法です。C ボタンを押してタイドグラフモードにします。D ボタンを押して当日のタイドグラフを確認したい時刻を選びます。押し続けると早送りできます。7月13日9時のタイドグラフはこんな感じです。日にちを送って確認する方法です。A ボタンを押してムーンサーチを表示します。D ボタンを押して月齢を確認したい日にちを選びます。押し続けると早送りできます。7月24日の月齢表示が 6.4 なのがわかります。A ボタンを押すと7月24日のタイドサーチが表示されます。D ボタンを押すと変更することができます。長押しで早送りできます。7月24日10時のタイドグラフはこんな感じになっています。表示は中潮の満潮ということになるのかなと思います。満潮時間を補正する方法です。C ボタンを2回押してタイドグラフ、ムーングラフモードにします。A ボタンを2秒以上押し続け、タイドグラフの満潮時刻の時が点滅したら指を離します。B ボタンと D ボタンで変更します。1日に2回の満潮がある場合は、最初の満潮時刻に合わせます。8時にしておきます。C ボタンを押します。分が点滅するので、B ボタンと D ボタンで変更します。満潮時刻を初期値に戻したいときは B ボタンと D ボタンを同時に押します。ボタンを押し続けると早送りできます。一番近い港の満潮時刻に合わせてみました。C ボタンを押します。月が見える方向を設定します。D ボタンを押すと三角形の向きが変わります。S の方を向いていると南方向に月が見えます。N の方を向いていると北方向に月が見えます。北半球の場合、南方向に月が見えるので S にしておきます。C ボタンを押します。一巡して時間が点滅します。A ボタンを押して設定を終了します。5、ストップウォッチです。C ボタンを5回押してストップウォッチモードにします。通常計測です。D ボタンを押してスタートします。ストップするときも D ボタンです。再スタートも D ボタンです。ストップします。A ボタンを押して計測をリセットします。
次はスプリットの計測をしてみます。D ボタンでスタートです。A ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。もう一度押すと解除されます。D ボタンでストップします。A ボタンを押して計測をリセットします。最後に1、2着同時計測をやってみます。D ボタンでスタートします。1着ゴール時に A ボタンを押します。1着の計測値が表示されます。2着ゴール時に D ボタンを押します。A ボタンを押すと2着の計測値を表示します。もう一度 A ボタンを押すと計測値をリセットします。6、タイマーです。C ボタンを6回押してタイマーモードにします。まずは時間の設定をします。A ボタンを2秒以上押し続けます。時間が点滅します。B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。分が点滅します。B ボタンと D ボタンで変更します。長押しすると早送りもできます。今回は早く鳴らしたいので1分にしておきます。A ボタンを押して設定を終了します。タイマーを使ってみます。D ボタンでスタートします。一時停止するときは D ボタンを押します。再スタートも D ボタンです。0秒の近くまで早送りします。残り時間が0になると音を10秒間鳴らしてお知らせします。いずれかのボタンを押すと音を止めることができます。8、夜光です。まずは明るい状態でつけてみます。B ボタンを押します。ライトはホワイトで少し明るく見えます。次は真っ暗な状態で見てみます。照明を消します。B ボタンを押します。ライトが点灯して全ての文字が読めるようになります。黄色のクジラのシルエットもわかります。9、乾燥です。スペックを載せておきます。フロッグマンを初めて購入しましたが、潮の干満や月冷など機能が多くて説明が大変ですが面白かったです。30周年モデルの赤色を買っておけばよかったと少し後悔しています。この時計はケースサイズは大きいですが、ケースがチタンでバンドが樹脂製なので 84g と軽いです。つけていても重さはあまり感じないです。時刻もダイバース時計なので見やすいです。この機能があれば完璧だった点を2つ挙げておきます。G-SHOCK はゲッサープラスマイナス15秒なので、自動で時刻を合わせる機能があればもっと良かったと思います。あとは無機ガラスがサファイアガラスであったら完璧だったと思います。値段は高くなりそうですが、これだけの機能があってコラボモデルで 79,200 円なので満足度は高いです。最後に2つおまけの映像を載せておきます。オートライト機能がオンの時のライトの付け方です。水平の状態から40度以上傾くとライトが点灯します。もう一つ、パワーセービング状態から起きる瞬間です。ライトを当てると目覚めます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。